新生活に向けて引っ越しとかね、新しい場所、新天地にね旅立つなんて方も多いかもしれません。その時にですね、やっぱりいい土地、いい物件に巡り合いたいですよね。最近ではいわくつき物件、事故物件なんていうものもあります。今日はですね、いい土地、いい物件に巡り合うための方法、これをご紹介したいと思います。いい物件、いい土地に巡り合うには〇〇に聞け。はい、この〇〇何なんでしょうかね。普通はね、不動産屋さん当たり前だと思います。さらにはね、大島てるさんがやられている大島てるね、事故物件検索サイトをご覧になる方も多いかもしれませんが、これね、もっとある意味お手軽かもしれないんです。〇〇に聞け。これ何かと言いますと、いい土地、いい物件に巡り合うためには猫に聞け。はい、なんか変なこと言ってるなと思うかもしれませんけどもね、猫に聞け。ちょっとね、このお話今日は聞いていただきたいと思うんです。僕がですね、非常に仲のいいマネージャーさんがいまして、この方がですね、A さんとしましょう。A さんがですね、今から10年くらい前、学生時代に体験をしたという話なんですけども、 A さんですね、学生時代夜ね、ある、路地裏、かなりね奥まった場所にあるバーでねバイトをしていたらしいんですね。でこれ場所で言うとね、かなり奥まってるんですけども、常にねお客さんがたくさんにぎわってるっていう人気のバーだったらしいんですよ。でこのマスターがね、非常に面倒見のいい方で可愛がってもらって、そこでね毎晩働いていたらしいんですね。でこのマスター、非常にいい人なんですけどもね、一つだけちょっとって思うところがあったらしいんです。これ何かっていうと、霊感があるんだっていうことをよくおっしゃるマスターで、今日もねお客さんなんか変なの連れてたなとか、今日はなんかあそこにちょっと霊が見えるなとか結構言うんですって。でA さんね、全然霊感もないしそういうの信じてなかったんで、また始まったよ思ってたんですけど、それ以外はね非常にいい方だったんで、それを気にせず、日々過ごしていたらしいんですね。である日ですね、そのマスターが言うんです。今日さ、ちょっと大事なお客さんが来て2時間ぐらいちょっと話したいから、その間さちょっとお店任してもいい？分かりました。で自分がカウンターに立ってお店を切り盛りしてたらしいんですね。でその時間になるとですね、お客さん、マスターが話をするといった方、50代ぐらいのね着物を着た女性だったらしいんですけども、女性が入ってきた。じゃあ頼むなって奥の方の席に着いて、2人でなんか2時間ぐらいねすごく話し込んでるんですって。なんか真剣な話してんのかな、何の話してんのかな。で2時間ぐらい経って、で2人がカウンターの方に行ったらしいんですね。話終わった、ありがとう。じゃあ一杯どうですか。そうですね。でカウンターに2人が座って飲み出したらしいんですね。で気になったんで、その A さんが聞いたらしいんですよ。マスター今何の話してたんですか。いやちょっとさ、今ここのお店もねかなりにぎわってきたから2号店出そうと思って、その物件のことをいろいろ聞いてたんだよね。不動産関係の方なんですか。違う違う、この方有名な霊能者なんだよ。そうなんですか。いやもうすごい、俺も霊感あるけどさ、この人はもう力がすごいからさ、結構ねこの人にいろんなこと相談してたんだよ今までも。ちなみにね、1号店このお店もこの方に決めてもらったんだよな。ここ奥まってるけどもすごい繁盛してるだろう、これこの人のおかげなんだよね。そうなんですか。でも本当にそういうのあるんですねって不思議そうにね尋ねたら、いやすごいよ。じゃあさ、今もさこの中に今お店にさ霊がいるからさ、それせーので指してやろうか。2人とも見えてるから絶対同じ場所させるよ。確かにそれできたらすごいですね。じゃあそれお願いしてもいいですか。分かった、じゃあいいですか。女性に言ったらいいですよ。じゃあ行きますよ。せーのね、例の場所を指すって言った時にせーのって言ったら、せーのこことここって言ったらしいんですよ。全く同じ2箇所を指したらしいんですね。ここだけでもすごいのに、こことここ、これは本当に見えてるのかもしれない、すごいな。
その A さんも信じたらしいんですよ。そういう方いらっしゃるんですね。で、2軒目の物件ですって、どこに決めたんですか？いや、これがね、これから決めてもらうんだけど、今ね、候補地がね、3箇所あるんだよ。こことこことここ。で、ここに、実際にこの方に行っていただいて、その場所でね、そこがいいのかどうかを見てもらうんだ。あ、そうだお前、今度の日曜休みだろ。もしよかったらさ、一緒についてってさ、それどんな風にこう決めるのか、お前見せてもらえよ。興味あったんで、いいんですか？で、女性もいいですよってことだったんで、日曜日に待ち合わせをして3軒回ることにしたらしいんです。で、1軒目。あ、この物件ですね。って言ったら、あ、そうですね。じゃあ、女性が、その物件のすぐ脇近くにある、なんかこのぐらいの岩に腰掛けるんです。で、ちょっとこう、ニコニコっとしながら待ってたら、その辺の野良猫とかが3、4匹スーってこう女性のとこに来るらしいんです。で、そのなんか猫となんかずっとこう見つめ合ってるんですって。あ、そうここ悪くないかもね。じゃあ次行きましょう。2軒目また座ってるとその辺の猫たちがスーって3、4匹集まってくるんですって。また見つめ合ってる。あ、そうなんだ。ここダメね。ここは良くないわ。3軒目、また猫が集まってくる。話をして、あ、ここいいみたい。ここが絶対いいからここにしなさい。マスターに言っといて。何この状況。不思議ですよね。で、この時にね、その女性が言ったのが、犬は人につく。猫は土地につく。人のことを聞きたい場合は犬に聞いたら全部わかる。猫は土地につくから、この土地物件がどういう歴史があってどういう場所か聞きたい場合は猫に聞くのが一番手っ取り早いんだよ。にわかには信じられないんですけども、3軒目の明らかにいいってことだったんで、3軒目の場所に、お店をね構えたらまたそこが繁盛したらしいんですよね。ってなるとですね、皆さんこれからね新しい物件部屋を探すときに、じゃあそこに行って猫に聞いたら一番いいんだと思いますよね。でもね、猫と話なんか誰もできないですよね。そう思いますよね。教えていただいたんです。その女性曰く、誰でもトレーニングをすれば動物と気持ちを通わせることができるらしいんです。これどうもね、簡単なトレーニングでできるらしいんで、皆さんぜひね今日これお伝えしたいと思いますので覚えていただきたいと思います。もちろんね、新しい部屋物件を探す時にもねいいですけども、ただねそうじゃなくってもペット飼ってる方、やっぱりペットと話をするってもうこれ長年の夢念願じゃないですか。もしね興味がある方、これぜひね試してやっていただきたいと思うんです。そのトレーニング方法は簡単です。3つのことをすればいいらしいんですね。まず1つ目、まず自分自身心からリラックスする。もう力みをなくす、リラックス。そして2つ目、意思を通わせたいと思っている犬や猫、ペットと息を合わせる、呼吸を合わせるんですね。見てるとね、やっぱりこうペットも動物ですからスースー呼吸してますよね。もちろんね、この時にその呼吸を同じリズムにする。よくね相性がいい人のことを息が合うとか言うじゃないですか。これやっぱあるらしいんですよね。呼吸を合わすことでどんどんシンクロしていくらしいんです。そして3つ目、これが一番難しいんですが、相手に何かを問いかけるとき 100% の気持ちで問いかける。雑念は一切入れない。 100% でこんにちはとか、ここはどんな場所なのとか、仲良くなりたいんだ、そういうふうに気持ちをぶつけていくと、ある日突然ポーンと、あれ今こんなこと言ったんじゃないのかな、こんなこと思ってるんじゃないのかなって分かる瞬間があるらしいんです。これそうきたらねもう閉めたもので、それをどんどんね、積み重ねていくとどんどんこうコミュニケーションが取れるようになるらしいんですね。実はね僕も犬フレンチブルドッグね10歳ですが飼っているんですけども、これやってるんですけどなかなかうまくいかないんでね、まだかなりね力みがあったりとか、自分自身ねまだこうしっかりシンクロできてないのかななんて感じもするんですけども、もしかしたらこれもね才能があるかもしれませんから、やっていただいて本当にねこの3つのことでペット動物と心を通わせてみてはいかがでしょうか。さらにこれからね物件を探すっていう方、
その場所に行って、猫と会話をしてみてはいかがでしょうか。